皆さんこんにちは。ヒロのジャパニーズポッドキャストのお時間です。一段とインフルエンザや風邪が流行っている時期ではありますが、皆さん体調を崩したりしていませんでしょうか？こうですね、寒い日が続きますと、もちろん寒さ対策ですね、している皆さんもいらっしゃると思いますが、それと同時に、やっぱり温かいものを食べたくなる、そんな時期でもありますよね。この前ですね、私、久しぶりに自分で鍋ですね、作ってみたんです。で、鶏のもも肉と、冷蔵庫に、余っていた大根とか、ネギ、そしてキャベツなんかを、適当なですね、本当にぶつ切りの大きさに切って、白だしと鶏ガラスープで味付けをしたですね、簡単なものではあったんですけれども、やっぱりですね、いろんなものを入れると、これ作ったことある人、みんなわかるかなと思うんですけど、もう味にですね、深みがこう出て、もう甘いなっていうところと、ちゃんとこうスパイスが効いた、美味しさっていうのが出てくるっていうのがあってですね、やっぱいろんなもの入れると美味しくなるんだな、鍋っていうふうに思ったところであります。で、普段はですね、昼ご飯と夕ご飯はですね、妻が、料理してくれていまして、自分は、朝ごはんのですね、もう本当に簡単なものですけど、用意しかしていないので、もう今回作った鍋みたいな時間かかるものっていうのを本当に久しぶりにですね、作ったというところであります。で、味はですね、今言ったように本当に美味しいものができたなというふうに思うんですけれども、一つですね、危ないことがありまして、それがですね、今回、フライパンで、鍋を作ったんです。一人分なんでそんなにたくさん作んなくていいよなと思って、フライパンでいっかと思ってフライパンで作ったんですけど、そのフライパンのその蓋ですね、こう冷めないようにと思ってしてたんですけども、それが、突然割れるということがありました。びっくりしましたね。いきなりバーンという音がしまして、で、鍋をですね、こうフライパンで単純に普通に作ったんですけど、で、あとは鍋作る過程でこう具材入れて、あとはしばらくして蓋してですね、あとは鶏肉なんでちょっと火入ってなかったら怖いなと思ったんで、ちょっと蓋して、火が通るようにしてたんでだけなんですけども、その間に、加湿器にもう水入れたりとかですね、使い終わった、食器とか、洗ったりしてようと思って、ガチャガチャしてた時にですね、突然、大きい音がしまして、もう最初ですね、なんか大きいもの落ちたかなと思ったぐらい大きな音がしてたんですけど、音を鳴る方を見ると、フライパンの方で、なんか最初こう中に入れてる具材がこう跳ねたとかなんかあったかなと思って、そっと覗こうと思ったら、その蓋がですね、透明なやつなんですけど、ガラスでできてるものなんですが、それがもうバキバキに全体割れていて、中見れないぐらいバキバキ割れてて、もうびっくりしましたね。初めて見ました。でも、そんなに綺麗にですね、割れてしまっていたんですけど、幸いにもですね、こう、かけらだとかっていうのは全然入ってなかったんですね、フライパンの中に。なので、鍋自体はですね、美味しく、食べることができたというところが、不幸中の幸いというところではあるんですけれども、いやー、本当にびっくりしましたね。いきなり大きい音とともにバキバキに割れるってことがあって、皆さん、フライパンの蓋、割ったことありますかね？いや、割ったことある人いらっしゃいますでしょうかね？もう私も33年生きてきて初めてびっくりしましたね。見たので。で、未だに、その原因っていうのがちょっと正直わからないんですけれども、妻にもですね、連絡したら普通だったら割れないでしょっていうふうにちょっと、言われたんですが、やっぱりですね、急にこう熱い湯気のところにも蓋してしまって、何かの拍子でこう水とかですね、飛んでしまって、長く使ってたフライパンの蓋だったので、割れてしまったのかなというのが、あります。なのでですね、明日ちょっとフライパンの蓋を買いに行くことに、なりまして、どうしても今後、料理ですね、使うことありますので、
で、今回もせっかく、実際をして、鍋作って、節約したつもりだったんですけれども、かえってですね、余計な出費を生んでしまったなというところで、ちょっと残念な気持ちも、ありつつ、今日この頃というところであります。皆さんもですね、慣れないことをするときには、十分、ご注意いただければなと思います。特に、怪我ですね。料理とかはちょっと怪我しやすいものになりますので、もう怪我などはですね、しないようにちょっと十分注意していただければと、思います。ただですね、挑戦するということ自体っていうのは全く悪いことではありませんので、今回の私のようにですね、失敗したとしても、めげない気持ちで、やっていくというのは、もう気持ちとしては本当に大事なことだと思いますので、ぜひぜひ、怪我だとか、そういったことだけないようにですね、新しいことだとかに、ぜひ挑戦をこれからもしていきましょう。はい。さてですね、今回の、テーマでありますが、妻と子供が初めてですね、飛行機で実家に帰ったというお話をしていこうと思います。少し前のポッドキャストでお話をしていたんですけれども、今年は妻と子供が私よりもちょっと先に、妻の実家に帰るというスケジュールを以前から、組んでおりました。で、実家のお父様とお母様にですね、子供を見てもらっている間に、妻が実家の近くの病院で、体調の悪いところっていうのを、見てもらう、そんなスケジュールを組んでいます。で、なかなかですね、函館の方だと、私も仕事をしているっていうところもあって、休みもあまり取れないということがあるんで、子供を連れながら、妻が、病院に行くっていうのは、これまた非常に大変なところになるので、今回のような方法ですね、取れるっていうのは本当に助かるなというところです。できることならですね、妻の実家の近くで働くことができれば、今回のようなことをですね、日常的にできるということがあるんですけども、私のような、サラリーマンだとですね、なかなか希望通りにはいかないというところありますので、この環境でですね、できる限りのことはやっていくか、やっていこうかなというふうに思っております。そんな中ではありますが、今回の、テーマにもある通りですね、飛行機で妻と子供が実家へ帰るということに、ひとまず、成功したというところがありますので、最初はですね、かなりちょっと私は不安だったんです。自分が飛行機乗るわけではないんですけれども、妻が子供を連れて本当に、ちゃんと帰れるかなっていうのが非常に不安だったんですが、なんとかですね、到着することができて、ひとまず良かったなというふうに今は思っております。その不安要素としては、子供がまだ1歳6ヶ月っていうところなので、言葉がですね、ほぼほぼ伝わらないというところに加えて、どこでもですね、本当にテケテケ歩いていってしまうという、一般的に言う、大変な時期でもありますので、正直ですね、飛行機に乗って静かにしていられるのかな、大丈夫かなというふうに思っていたというのがあります。結果的にはですね、大変は大変だったというところ、私も飛行場まで行きましたので、大変は大変だったんですけども、妻もですね、子供を乗せて、飛行機に乗ってったっていうところが、もう本当に大変だったというふうには聞いているんですけれども、結果的には車で帰るよりかはですね、時間はかなり短縮できたというところがありますので、今後も、実家の方に、帰る帰省方法の一つとして取り入れていってもいいのかなというふうに今は思っているところです。なのでですね、事前に、こういうところ困るかなというふうに予測していたんですが、実際に飛行場に、行ってから、そして飛行機に乗って降りるまで予想していなかった大変さというのも実際あったので、その点をちょっと今回中心にですね、共有していきたいなというふうに思います。ちなみに今回利用したのは、JAL ですね。なので、他の航空会社さんだと、異なる部分っていうのも中には出てくると思いますので、
この点ちょっとご注意いただきながら、ちょっと聞いていただければと思います。まずはですね、飛行機の座席についてですが、JAL のホームページにも書いているんですけれども、幼児、いわゆる赤ちゃんですね、は、ご搭乗の年齢が生後8日といいますか8日から2歳の子供の場合は、大人1名について赤ちゃん1名が膝の上に座らせることができるということになっていますので、赤ちゃんの席はですね、無料で利用することができるということがあります。なので、今回の私たちのケースだと、実質、2人でですね、行ってるんですが、大人1名分の料金で飛行機に乗ることができるということになっております。私たちの場合はですね、1時間弱の、どちらかというと短いフライトでしたので、今回使用しなかったんですが、長時間の場合などはですね、別途座席の券を購入して、子供用のですね、チャイルドシートを用意してもらうように、航空会社の方に依頼するっていうことが以上できるようにはなっております。で、また、持ち込みですね。チャイルドシートの持ち込みもできるようになっているんですけれども、一般的に多く今流通している、いわゆる車に装着できる、アイソフィックスっていう、金具ついてるやつですね。あれはですね、どうも、アイソフィックス飛行機には、当然ついてないんでしょうね。ということで、シートベルトが、通せるタイプでないといけないなどですね、あとはこのマークついてないとちょっと使えませんっていうふうに基準がいろいろとですね、決まっていますので、もしちょっと持ち込み考えているという方であれば、ちょっとホームページは、確認しなきゃいけないところかなと思います。なので、お金はですね、かかるところではあるんですが、動き回ろうとする、子供を1時間弱膝の上に乗せておくっていうのがかなり大変なところになりますので、座席の、購入というのを、検討してもいいのかなとは、ちょっと今回は思ったところであります。ちなみにですね、座席は3歳未満、生後8日以上ですね、のお子様連れのお客様が JAL のウェブサイトで、座席を、指定したという場合は、JAL のウェブサイトの座席指定画面上で、幼児マークという、子供の顔がついたマークというのが表示されるようになって、幼児連れであるということを他のですね、お客さんにご案内していただけるような、そういうシステムになっているので、ここの席は子供がいる席なんだなっていうふうに分かるようにシステム上になっていくということになっていますので、私たちもそうなんですけれども、やっぱり子供を飛行機に乗せると、泣いたりして迷惑かけないかなという、ちょっと不安な気持ちですね、出てくるところではあるんですが、こういうふうに周りの人に、ここの席には子供がいるっていうふうに示してもらえるのは、少しそういった気持ち緩和できるのかなというふうに思ったところがあるので、ちょっとですね、いい、サービスなのかなというふうに思ったというところはちょっとお伝えしていきたいと思います。それからですね、飛行機に乗っている時のお話ですが、私たち大人もそうですけれども、気圧の関係で耳抜きが必要な場合っていうのが出てきますよね。で、子供ももちろん必要なんですが、やっぱり子供ってまだ自分でそれがちょっとできないというところがありますので、途中で飲み物を飲ませるってことを、これ忘れずにした方が良さそうだなというところはちょっとお伝えしておきたいと思います。なので、私たちはですね、事前に、買っていた麦茶の、パックですね、を持って行って、ちょっと乗っている間に子供に飲ませて、耳抜きがちょっと自然とできるような、状態ということにしていったというのがありますので、その点ですね、ちょっと忘れずに守っていくっていうのは大事かなと思いますので、ちょっとお伝えしますね。あとはですね、当日にはなりますが、やはり帰省などでもう非常に混雑している時期、今回も私たちが利用した時も混雑している時期だったんですが、当然なんですけども、荷物を預けるのに、非常に時間かかったなというところが、思いとしてはあります。
ね、人が、もちろん多いっていうこともそうなんですけども、JAL の場合はですね、重さに制限こそあれど、個数制限っていうのがやっぱりないっていうところになりますので、お土産とかですね、長期の帰省用の大荷物やらで何個かに分けてる人ってたくさんいてですね、でそれで通常よりも時間かかったかなっていうような気がするっていうところと、あとはですね、函館空港はその検査する機械っていうのが、1個しかないので、みんなそこに集中するんですね。そうなると、当然ですね、時間かかってくるっていうことがあったので、子供ですね、出発するにも、やっぱりおむつ替えたりだとか、服替えたりだとかするのに時間かかるので、そこもありつつ、行ってからもですね、ちょっともしかしたらっていうところを考えたりすると、時間余裕持っては行くと思うんですけども、ちょっとそれ以上に、その部分を考えて、やっぱりプラス30分とか早く出た方が良かったかなっていうのが、今回ちょっと利用してみてですね、思ったところですので、かなりですね、ちょっと時間には余裕持って、行きたいなというところであります。で、またですね、その荷物預けるのに待つ列に並んだ時に、空港で貸し出している、子供用のカート、これがあるんであればですね、やっぱり乗せといた方が、体に負担なくて、やっぱりいいかなと思いました。今回はですね、少し間かなと思って抱っこしてたんですけども、結構時間があったので、次回はですね、もう迷わずにカートに子供乗せてから、その列に並びたいなというふうに、思いましたので、まずはですね、空港着いたら子供は子供用のカートに乗せるというところ、ここは大事なステップになるかと思いますので、こちらも合わせてお伝えさせていただきます。あとはですね、最後になっていきますが、保安検査場ですね。そこに通して金属とか探知機とかですね、通していくって格好になりますが、ここでですね、ポケットに入っているものだとか、携帯だとか、一切合切出して、検査に通すということになっていくんですけども、ここで、抱っこするための、今回、ベルトというのを私たちつけていたんですが、要は、ベルトになっていて、子供を座面がついてるので、そこに乗せていくっていうことで、少し抱っこの緩和ができるっていうベルトなんですけれども、これはですね、やっぱりベルトの一種なんで、一回外さないといけないということがあります。で、なおかつですね、今回ちょっと冬ということで、雪が降っていると、どうしてもブーツ履いてないと足に雪入ってくるので、ブーツ履いて、乗ろうかなっていうところだったんですが、くるぶしまで隠れるブーツ、これ履いてると、一回脱がないといけないってことがありますので、脱いで一回スリッパに履き替えて、で、また、ブーツに履き直すっていうことが必要になりますので、これをですね、子供を抱っこしながらそれを一人で行うっていうのは結構大変だったので、子供にはですね、靴履かせた上で、これちょっと賛否両論ありますが、リードのついたリュックだとかそういったものをちょっと背負わせるなど、対策しておかないとですね、ブーツ履き直したりだとか、ベルト付け直したりするときに、子供だけあっという間にどっか行ってしまうっていうことが、ありましたので、この、靴下のまま走り始めたりとかですね、本当に大変なところがありましたので、ここの保安検査場のところはですね、特に冬の時期はちょっと注意しないといけないなというふうに改めて思いました。これらがですね、今回飛行機に乗るときにちょっと予想をしていたところ、プラス、やっぱここ大変だったなっていうふうに思うところね、ありました。ここもですね、本当に車よりも短い時間で目的に到着できるというのはいいところなんですけれども、やっぱり乗る前、そして乗ってる時、そして降りる時とですね、大変さっていうのが、やっぱ車とは違う、勝手が効かないところっていうのがあるので、そこはちょっとやっぱりですね、対策っていうのが必要になっていくんだなというのは、実際に乗ってみて思ったところではあります。ただですね、飛行機にやっぱり乗ると、もう本当に時間、これを非常に短縮できるというのは、もうこれ以上ないメリットになりますし、体もですね、やっぱり長時間車に揺られて、
目的地まで行くと本当に疲れてしまうのがありますので、ここは、長いっていうか、短い時間ではありますけども、子供をこう、なんとか、抱っこしていったりだとか、あとは、一回、荷物を預けたりとかっていうところ、ここはなんとかこう、耐えていくということで、そのメリットを受けることができるんだなというところは、どっちがいいのかなっていうのはですね、その状況によって使い分けていく、これはやっぱり考えなきゃいけないところかなというふうには、思いました。皆さんもですね、中にはちょっとやっぱり目的地に行くときに、子供を連れて飛行機乗せるのはちょっと不安だなと思っていらっしゃる方もいるのかなとは思いますが、散々言ってきましたけども、なんとかですね、乗せて、目的地まで行くってことは、できることだと思いますので、ぜひですね、一度ちょっとトライしていただくのは、いいのかなというふうに思います。また、今回、ちょっとお話はしてきたんですけども、この部分だとかってどうでしたかっていうようなコメントとかあればですね、そこに、わかる限りで、お話できればなというふうに思っておりますので、ぜひ、コメント欄の方でもですね、教えていただければと思います。さて、ここまで、妻と子供が初めて飛行機で実家に帰ったというお話についてお送りをしてまいりました。このポッドキャストでは、日本の家族のこと、函館での家族の過ごし方などについてですね、今後もお話をしていきたいと思っております。ぜひ、いいね、そしてチャンネル登録、お願いをいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。ここまでお送りしたのがヒロでした。ありがとうございました。